毎度さんです。タクエマルの船長与永です。視聴者の皆さん、いつもご覧いただきありがとうございます。さて今回は第28金栄丸に乗って複数の漁師さんが共同で行う北海道オホーツク海のカニ刺し網漁業に密着。年をまたいでタラバガニを取る珍しい漁に網入れ作業から挑戦してきました。漁が解禁の12月15日、気温はマイナス 8.8 度、凍てつく寒さの中、網を刺すため白井別港から出港します。この日はものすごく寒かったですが、風はなく網を刺すにはいいコンディション。一尺二寸、大きい目合いの網を海底へと仕掛けてタラバガニを狙います。カニ刺し網漁の漁期は12月中旬から5月下旬までで、産卵のため浅瀬に移動してくるタラバガニやカスベが対象魚種となります。仕掛ける網には目印となるボンデンはつけず、流氷が去った海明けの2月下旬から漁獲が始まります。そして目印のない網をどうやって回収するのかは後ほど詳しく解説。チャンネルはそのままで。ここまで来ると同じ海とは思えないな。そうか。なんか映像で波ってあんまさ。いや、そう、全然伝わんないの。ほんと伝わんない。さあこんな感じで海の天気は変わりやすいですが、網を刺す場所まで来たのでブルーシートを外して準備ができたら投網していきます。さあということでアンカーを投入して網入れ開始。今日積んできた全ての網を仕掛けていきます。1隻で刺していい網数は300単までと決まっているので、本日はマックスの300単を海底へと仕掛けていきます。網のしは最初と最後にアンカーを縛って固定するので、網を刺している間に最後に打つアンカーや次に刺す網の準備などを終わらせていきます。アンカーを投入して1本目の網入れが終了。船頭さんは網を刺した場所をプロッターに入力。網上げはこれが目印となります。撮影ないば手伝いに行ってやりてえとこなんだけど。いいよ、撮影してさあということで、多すぎてデッキの上に置ききれなかった網をダンブルから上げていくようです。
ここで撮影を定点カメラに切り替えて少しお手伝い、ダンブルに突入して現場の臨場感をお伝えします。はい、ということでまだ全ての網を出し切れてませんが、一度ダンブルの蓋をして網入れ作業を再開します。網のし1本がおよそ3キロということで、全部で36キロもの網を海底に仕掛けて、翌年の2月からタラバガニの漁獲が始まります。はい、そして最後の網を海に刺して本日は終了。港へと寄港します。無事港へ寄港して、今年度すべての漁がこれで終了。今日使ったカゴなどを全部下ろしたら浄化施設へと移動。船を巻いて冬を越す準備をします。船底を掃除してペンキを塗ったり、プロペラを研磨したり、来年の漁へと備えます。いい到着。よし、OK。これで来年の2月まで置いておきます。おはようございます。年も明けて現在2月初旬、例年よりも1ヶ月早い仕事始めとなり、まだ流氷は来てないですが海明けとなりました。冬の間に網を巻く用の羊毛機も設置され、準備万端、カニ刺し網漁が始まります。これにタラバ入れてくの？そうしないよ。カニ外して入れてくる感じさ。うん。多分間違ってかかってたらそんな暇ねえから。確かに外す暇なんてないもんね。乗ってくるの？乗ってくる。
まだ夜が明けてないですが、今日上げる予定の網までは50分ほどかかるので、夜明けに合わせて出港していきます。さて、動画の冒頭でも言っていた目印のない浮きがついてない網をどうやって回収するのか、ここで説明。まずはプロッター、車でいうカーナビ的な地図にマークを入れてるので、そこを目印に船を走らせます。仕掛けた網の端に到着したら、縛りと呼ばれる鉄やステンレスでできた突起のついた漁具を海底へと沈めて、網とアンカーを結んでるロープめがけて海底を引いていきます。さあ、ということで縛り引き開始。船頭さんは船速 1.5 ノットで船をコントロールしていきます。船いるの。日本の領海内ですが、レーダーに怪しい2隻の船影が。他国との警戒も近いため緊張感が増します。どうよ、もうかかってもいいよな。だからそろそろだと思うけどな。来た来た来うわ、かかってるかかってる。でもんだな。いいよいいよ。はい、見事に網とアンカーを結ぶアンカー綱に命中。水深 70m に沈む網を回収します。来た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 。マジで？おわ、来た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 。うわ、いいタガボ。たうわ、いいカニだわ。カニの網外す一番めんどくさいっちゅうから。はいはいはい。マジ。うわ、いいオス。いいオス。すげえなマジで。オホーツクの高級食材タラバガニがなんと鈴なり状態。1キロ7000円もするオスのタラバガニが次々と漁獲されていきます。おー、いいタラバだ。2万円だこれ、2万円。うわ、すげえんだけど。いや、こんなの見たことないわ。うわ、やばい、これ間に合わないわ。いいタラバ。
型の大きいタラバガニが連続でかかり、ついにダンブルを解放。1匹で5キロを超える大物ばかり。タラバだけかかってるやつだな。見事だね、本当にすごいわマジで。やっぱり親方早いわ親方外すの早い片側取れればシューっていくな。片方ずつやって一緒にやっても足や爪が傷つくと値段が一気に下がってしまうので、丁寧に網から外していきます。あ、結局そういうスタイルになったんだ今日あげる網もまだまだ序盤なんですが、このかかっているタラバガニの量、ダンブルがあっという間に溜まっていきます。はい、これがオスでこれがメス。ここ持ってるこれ。はいはい、メスはね取ったらダメなんでリリースします。リリース。あー、やばいやばい、また来たわ。また来たわいい感じだ。これ開いたらポロンって出てくるわ。これ出るわ。で、取れた取れた。あ、めっちゃこの他でも今年カニでっけえ。さすがに初めて見たわ。よし中断でやってるけど。King crab. よし、手伝い。あ、いやいや、でっけえもんな、カニがよ。5キロね、これなら効かないんじゃない？5キロで。ああ、いや、すごい。すごい、うわ、でかいこれ。いっ
一旦分寄せてから外すかな。すげえすげえ、これはすげえわ、絵になるわ。割ればいかねえか。せーの。よっしゃ。さあ、あっという間に止まってしまうタラバガニたち。一匹でも多く網から外します。危ねえ、骨折れるよね、これなら脅しでない、本当に骨折れるわ。タラバガニの強靭な親爪に気をつけながら、多少ね、網も切りつつ外していきます。はいはい。最後までかかってたな。ということで、網も終盤。最後までかかり続けたタラバガニは一体何匹かかっていたのか、後ほど明らかになります。あ、終わった。はい、終わった。464。はい、帰ります。午前9時30分、50ターンほどを上げて本日は終了。タラバガニ大量となりました。寄港中もデッキの上の網からタラバガニを外し続け、ダンブルに残った網は港に着いてから外していきます。山だ。港に着いたらタンクに溜めたタラバガニを荷揚げ。スケールにある水槽に汲んできた海水を溜めて、一日ゆっくりとタラバガニを休ませます。いや見事だな。ああ、そういうこと。これが結構過酷で、平均で5キロ近くあるタラバガニを1匹ずつ水槽へと移動させる。そういうことだわ。うわー、でっけ。足りんのこれタンク。画角的にこっちかな。
分体感的に全然マス足りないねはい、結局水槽を1列追加して今日取ってきたタラバガニの移動が完了。外に出ないかもしれないけど横に映るかもね、こっち側に。網にかかっていたストレスを回復させます。そして船に残っていた網からタラバを外してメスを放流するため再出港。資源管理をしっかりと行います。はい、いってらっしゃい。それでは翌日、一匹一匹足や爪がちゃんとあるか、どこかに傷がないか、活ガニで出荷するので元気よく生きているかをチェックしていきます。問題なければ2杯ずつカゴに入れて重量を計測します。13。いや見事、すごいあるわ、半端じゃないわ。タラバがでかすぎて筋トレだでや、筋トレ。というわけで冬でなまった体に鞭を打ってタラバ筋トレをこの水槽分頑張ります。お疲れお疲れ。水槽にいたタラバガニすべての出荷が完了。傷や落ちてしまったものも多少ありましたが、出荷量はほぼトラック1台分、素晴らしい結果となりました。すげえな、おい満タンになったな。出荷されたタラバガニはここ辰巳冷凍食品さんへとやってきました。多くのタラバガニが活ガニとして生かされますが、一部はホイルされて製品となります。で中身出しちゃうの？これ切って終わり？出しちゃうよね。これはふんどしを切って油を出す作業。この処理のおかげで茹で上がった後身に油が回らずに済みます。なるほど。で茹でていくんだ。これで30分。了解です。大釜でおよそ30分、その茹で上がった姿がどうなっているのか見てみましょう。茶色だな。このタラバガニが購入できるとのことなので、興味がある方はぜひ概要欄のチェックよろしくお願いします。はい、ということで帰ってきました。見てこの巨大なタラバガニ、この素晴らしいタラバガニをいただいてきました。ありがとうございます。はい、そしてこの立派なオスをね、ふんどしをめくってここ切ってね、中から油を取り出してから姿でね茹でていきたいと思います。でこれがね一体何キロあるかちょっと測ってみたいと思います。
はい、このタラバガニはなんと、はい、5.5 キロ。こんな大きいタラバガニをいただきました。はい、それでは末端価格を想像したら鳥肌が立ちそうなこの巨大なタラバガニを使って漁師飯作っていきたいと思います。でかい。はい、それじゃあ鍋を置いて、はい、点火します。点火。はい、そしてタラバガニっていうのはこの甲羅のイボ、12345ここに6個あるのがタラバガニで、すごく似たカニでアブラガニっていうのがいるんだけど、それはねタラバガニと姿形がよく似てるんだけど、ここのイボがね4つしかないんです。こうやってタラバガニとアブラガニを見分けるときはこのイボを見るとすぐね見分けをつけることができます。はい、それではお湯が沸いたのでタラバガニを入れていきます。はい、特大タラバガニを頭を下にして入れていきたいんですけれども、入りますでしょうか。はい、蓋をして、はい、これで30分タラバガニを湯がいていきます。はい、こちらでは焼きガニが進行中。うわ、うまそう。はい、これで30分経過。オープン。はい、それではねちょっと試食してみたいと思います。茹でたて。うまっ。はい、ってことでね1品目茹でタラバガニ完成。はい、そして2品目は焼きタラバガニ完成。King Crab。はい、それじゃあこの茹で上がったカニをまずは剥いて、関節の身を使ってねタラバガニの海鮮チャーハンを作っていきたいと思います。それではねまずはこのタラバガニ剥いていきたいと思います。剥くのは編集の力使います。編集の力でポン。はい、それではこんな大量のタラバガニが取れました。これで第一関節ありえない。これをタラバガニの海鮮チャーハンにしていきたいと思います。はい、それではフライパンを用意して、まずはごま油、はい、ニンニクちょっと入れます。ピュッとほんの気持ち。はい、そしたら卵、ご飯を入れていく。はい、そしたらここにどっさり入れていく。うわ、パラダイス。うわ、もういっちゃえ。はい、そしてタラバガニを入れたら炒めていく。はい、そしたら具材投入。ここに香味シャンタン、はい、塩コショウ、はい、味の素、塩、フライパンミスったな。そしてちょっと力んきのオイスターソース、最後に醤油、よし。はい、あとはこれを盛り付けていく。はい、そしてお皿の上にパカッとやって、はい、いきます。はい、これでタラバガニの海鮮チャーハン完成。実食。はい、それでは茹でタラバガニを煮て、はい、海鮮チャーハン、はい、焼きタラバ、ちょっとボロボロになっちゃった。はい、それではね、オホーツクの海の幸タラバガニで宴を始めていきたいと思います。はい、それではまずはタラバガニ漁お疲れ様でした。はい、皆さんもお仕事お疲れ様です。乾杯。それじゃあまずね、茹でタラバガニからいただきます。マヨネーズをちょっとつけて、うまっ。でかすぎてこれだけで腹いっぱいになった。
はい、そしたら焼きタラバガニもいってみたいと思います。これはそのまま塩でいただきます。焼きタラバの方が甘みあるな。もう繊維がでかすぎ。カニがでかかったからやばいね。すごい身のでかさ。はい、それでは海鮮チャーハンいってみたいと思います。タラバガニたっぷりいただきます。最強にコスパ悪いけどめちゃくちゃうまい。取ってきて1日水槽でああやって寝かせてストレスを解放してるんで、茹でたてもとっても美味しかったし、ちょっと今ね撮影の関係で時間経っちゃったんだけど、ものすごくジューシーで美味しいです。タラバガニをチャーハンにしようなんていう発想がないもんな。めっちゃ美味しいや。美味しいしか言ってないわ。美味しいんだもんだって。やっぱりシンプルにこう茹でたタラバガニをマヨネーズでちょっとつけてこうやって食べるのがね、ザ漁師の食べ方。皆さんぜひね、ちょっともったいないかもしれないけど一度ぜひ試してみてください。第一関節でこれだもん。これでもうお腹いっぱいになっちゃうよね。うわー、いただきまーす。一口でいけん。オホーツク海って流氷も来るし、冬の間はねしけも多くて、本当にこのカニ漁も2週間に1回出れるか出れないか、本当にナギの隙間を見て出て取ってくる量なんで、もういつ行けるか分かんないし、とってもね危険を伴う量なんで、ちょっとタラバガニは高いけどこれぐらいの値段をしても仕方ないぐらい量は大変でした。それではね、この貴重なタラバガニをねゆっくり食べていきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで今回はオホーツク海の極寒の海でキングクラブ、カニの王様のタラバガニを取ってきて贅沢にね海鮮チャーハンでいただきました。皆さんもタラバガニが売ってたらぜひ試してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。